皆さんこんにちは。レオバニーと申します。この番組では目に見えない世界を客観的な視点、メタ認知で読み解き、現実を心地よく変えていくためのヒントをお届けしたり、様々な存在にチャネリングして聞いた面白い話などをテーマに気ままにおしゃべりしていきたいと思います。今日、NHK を見ていたら、話しちゃおう生と性の学問2025年冬号1卵子精子受精という番組が始まって、そのまま流してたんですよ、 BGM のように。そしたら日本の、古代日本では、子供の魂は海や山から来ると信じられていたというふうな話が始まって、なんかまん丸の本当に鍼灸に近いまん丸の石がたくさん積んであるんですけど、神社か何かの一角に。でそこに魂が宿って、でそれを妊婦さんがいるお家だと思うんですが、その石を借りて持って帰って、そのお母さんのそばに置くと、赤ちゃんに初めて魂が宿る。ただの肉の塊っていうと語弊があるかもしれないですけど、そこに魂が入って、で人間スタートとなると信じられていたそうです。で実際そういうまん丸の石が祀られている神社はたくさんあるようで、そのまん丸の石に触ると良いとか、子供が授かるとか、あとは、妊娠した方が、そういう安産の神社からお守りとして石を授与されて持って帰るとか、そういう神社によって多少の違いはありますが、そういう風な風習というかが現代も残っているそうです。で、子供の魂は抜けやすいから、お食い初めとか七五三のお参りで魂をチャージすると言ってました。でこれでって思ったんですが、実は何年か前に私この土偶って不思議な形してるじゃないですか。で何が目的で作られているのか使われたのかわからないけれど、なんかほとんど全ての土偶がその土偶の人の形している体の一部が意図的に壊されているっていう、そこまでは分かっているっていう。で現代の学者さんの予想だとなんだっけ、安産祈願だっけとかっていうようなことで、使われたんじゃないか、神事に使われたんじゃないかみたいなことを、言われているんですけれど、ちょっとうろ覚えなので若干違うかもしれないけど、そういう安産系ですよね。でそのある博物館行ったら、
その遮光器道具のレプリカがあって、で、つうか、そこにチャネリングしたんですね。その時、チャネリングする時はレプリカって知らなかったのかな。で、チャネリングして、そしたら、そういう、その、言われてるように、なんか、子供が安全に健やかに生まれてくるようにという祈りのエネルギーみたいな、祈りのエネルギーでという言葉っていうか、まあそういうキラキラした神聖な感じとともに、そういう言葉が降りてきて、ああそうなんだ、やっぱ言われてる通りなんだなって思って、よくよくこの説明プレートを見たら、名称とか書いてある、レプリカって書いてあったんですね。で、ああなるほどと、これ現代の人がそういう風に使われてたんだと思ってレプリカを作っているから、そういうその念っていうか、その設定っていうか、それがセットされてるんだって思ったんです。で、上野の国立博物館で本物の遮光器道具が展示されているのを見る機会があって、でちょっと結構混んでいたんですけど、不自然にならないようにこうなるべく短いサクッとチャネリングしたんですよね。そしたらもっともっと低い周波数でもうちょっと呪詛っぽいようなエネルギーで目的を聞いたら、その用途子供の中に子供の体に入っている良くない魂をその人型に移すんですって。で、その良くない魂が入った状態で壊すと良いっていうか、それが消えるのかな。消えるっていうか、海や山から来るって信じられてたってことは戻っていくってことなのかもしれないけど、っていうふうに教えられたんですよ、その遮光器道具から。でなんか子供の中に魂が1個だけ1個入るわけじゃないみたいで、なんかその土偶さんが言っている感覚からすると、だから良い側面、魂っていうかいう側面と、良くないってカテゴライズされちゃう側面で、その側面魂っていう風なくくりですけど、その良くないやつだけ抜いて返すっていう、それに使われたから、その土偶はすごくそのひねくれた悪い心のものになってるっていう、そういうふうに教えられたんですよね。でその展示では遮光器道具がもうなんか3個ぐらいあったのかな、本物が。遮光器道具じゃないやつもあったんですけど、でなんか他の子にもチャネリングパパッとしたらほぼほぼ同じような低い周波数
同じ類の周波数だったんで、本当にそうなんだと思ったんですけど、土具、違う用途で使われた土具もあるとは思うんですけどね、いろんな形があるから。私がチャネリングして教えてくれた子たちはそういう用途で使われてたっていう感じで、魂、悪い子の魂だけ抜いて移してよりしろですよね。よりしろ代わりに移して壊すっていう、そういうなんかそういうのあるんだとかって思ってたんですが、このテレビでなんでしょう、ただお腹に赤ちゃんできただけだとただ肉体だけで、魂は他から持ってこないと宿らないっていう概念を聞いて、石をよりしろとして仮に宿ってもらって、でその肉体に移ってもらうっていう、その話をテレビで聞いて、って思って、この土偶さんが言ってたことと通じるって思って、で実際どうやら人に宿ってるのって一個の魂を乗り物、座席みたいな感じだと考えるならば、なんか何人かいる何人か3人ぐらいのチームっぽいぞこれはっていう認識なんですよね、私。どうやら3人ぐらいみたいな。で憑依って言うと変ですけど、で4人チームになるみたいな。でなんかぽいので、それがちょっと私も突き詰めて確認はしてないからぽいぞまでなんですが、合ってるとするならば、そのうちのちょっとよろしくない人間にとって都合の悪い魂には帰ってもらうっていう考え方っていうのはすごく合理的だよなと思って、いやなんかすごく納得がいったんですよ。で子供の魂が抜けやすいっていうのもそう私もそうなんですけど、私はちょっと修行っていうかトレーニングしたからだいぶずれにくくなったんですけど、結構ずれちゃうんですよね、肉体から。でずれてる状態ってすごい具合悪いんですよ。通常具合悪い、なんか動けないみたいな感じになるものなんですけど、抜けやすい、ずれやすい人、抜けやすい人っていうのは体質であると思います。で子供は特に抜けやすいっていう考え方は、昔は乳幼児の死亡率がとても高かったからとからそういう考え方になったと言われているんですけれど、そうですね、7歳もどうなんでしょうね。いやでも抜けやすいっつうのはあるのかもしれない。ちょっと7歳の区切りはわからないんですけど、なんか私の20年前ぐらい調べ確認した時には、聞いた時にはそういう見えない存在から上から20歳以前、いわゆる未成年は何でしょうかね、
母親のエネルギーでの守りがあって、で青年になった途端その守りのエネルギーがなくなって本人だけになるっていうのを聞いたんですよね。ちょっとその時は私まだ霊能者として訓練してない素の状態だったんで、ちょっと正確性は低いかもしれないんですけれど、ざっくりそういう感じ、そういう側面があるみたいで、で逆もしかりで、子供が母親を、エネルギー的に守っているっていうのもあって、でもあれなんですけどね、そういう年齢関係なく家族で誰かにそういう災難が降りかかるときに、降りかかった当の本人が強い場合は、一番その中の弱い人にその災難のエネルギーがいってしまうっていう、肩代わりしちゃうっていう、ペットも含めてっていうのが実際あるんですよね。守るっていう風なのもできるとは思うんだけど、なのでその子供の魂は抜けやすいっていうのも今の話は関係あるかどうかちょっとわかんないんですけど、話してみて関係ないかもって思ったんですが、じゃあなんか納得だなって思ってしまいます。そう。結構抜けやすい。なんでしょうね。上の方にずれてる。要するにいわゆるグラウンディングできてないっていう状態の人はものすごく多いですし、ね、もう完全に抜けちゃうくらいなのもあると思います。私も高校生の時に普通に通学帰りか、学校からの帰りで歩いてて、気がついたら上空から真下に自分が歩いてるのを眺めているみたいな状態になってたことがあったので、抜ける人は抜けるっていう。そうですよね。じゃあだからなんだろういや、だからなんだっていう風な話になってしまうんですが、そう、魂、石に宿ったり宿ったりっていうのはちょっと未確認なんで、人間の魂が石に宿ってから人に宿るっていうのは未確認なんですが、一人の人間に複数の意識体が入ってるっていうのは見たことはあります。そうすると基本的周波数が二重になるんですよね。なんでこの人高い周波数と低い周波数の両方感じるんだろう。すごいとても素敵ないい悪いって言い方するのってよくないとは思うんですけど、いい人そうなのに黒く見えるんだけどみたいなとか、たまにこのすごい怖い性格が出てくるとか実際そういう人がいたんですけど、なんつうかな、
それがあのこの建前本音と建前みたいなやつではなく、ちょっとなんかちょっと別人入るような二重人格じゃないかとふと思うぐらいにちょっと全然違う側面が見えるっていうか、別に本人すべて記憶してるからいわゆる二重人格とかそういうものではないと思うんですけどね。でももしかしたら二重人格とかもそういう意識体が複数一個の体に入っちゃってるんじゃないかなとか思ったりもします。ちなみにウォークインっていう死にかけた人が一旦心停止して奇跡的に生き返って助かるとかってした、よくあると思うんですけど、そういう時もともとのオリジナルの魂は実は帰ってしまっていて、代わりの存在が入って入って本人として生き返って生活するっていうそういう違う魂が入っている状態っていうのをウォークインその違う魂のことをウォークインって言うんですけど、なんつかなその場合は肉体が発する周波数と内側から出てくる一番わかりやすいのは私は目の奥なんですけど、目の奥からこう出てるエネルギーなんですけど、その周波数が違うんですよ。結構かなりの差があるんで、ウォークインの人ってわかります。写真だけでもわかります。で実際話聞くと、本人に直接聞いたことないですけど、自分でそう言ってる場合とかで、あと他の人がこの人見てほしいんですけどって言ってきて写真見せられて、で実はみたいなそういう感じで聞いたりするんですけど、やっぱり一回死にかけてみたいな、死にかけてないけどなんか子供の時に高熱を出してすごく危篤ぐらいな状態になって、でこうその山を越えて元気になったら別人のようになってたみたいなのとか、そうで多くの場合前までの記憶がなかったりあんまり覚えてなかったりとかっていうことが多いそうなんですけど、周波数が違うんです。で魂が2個入ってるみたいな状態の周波数の発し方とウォークインの周波数の発し方って違うんですよね。そうだからこの昔の人のこの人間の魂は海や山常世の国からやってきてよりしろに宿って肉体に入って人間として活動する生まれるとかっていう考え方はあながち間違いじゃないなって思います。ちょっとこの話題は何のためにもならないああそうなのかっていうだけな話題なんですけど、私がちょっとテレビ見ておおっと思ったので喋ってみたくなって喋っ
てみました。今日はこんな感じです。以上です。